はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はね、コンバータ会っていうことでですね、こちらブルックのウィングマン NS ライトコンバーターを取り上げていきたいと思います。ブルック社のコンバーターって言ったら、私が特によく取り上げてるこちら FGCVX ですねとか、あとは前回レビューしました P5 っていうコンバーターがあったんですが、この NS ライトに関してはですね、スイッチ向けのコンバーターっていうことになってます。はい、ここに書かれている通りですね、Nintendo Switch とNintendo Switch 2に対応したコンバーターになっていて、PC に接続できないアケコンとかのね、PC に接続できるようにはなるっていうことですが、主にスイッチ向けっていうことになってます。で、最新のこの NS ライトに関してはですね、裏面見ていくと分かる通り、無線も使えるってことになってますね。有線と Bluetooth が使えるってことで、スイッチにいろんなコントローラー使えますよっていうことがこちらのね製品の特徴になってます。でですね、FGCVX とかも1万円ちょっと切るぐらいの価格ですし、 P5 に関しても1万円ちょっと超えるぐらいかなっていうんで、コンバーターって1万円前後だったりするんですけど、こちらに関しては5000円前後っていうことでですね、5000円切ってくるかなみたいな価格で実売価格になってるんですけど、スイッチ向けっていうことで、ライトって名前もついてる通り、かなりお安く手に入るっていうところが非常に大きな特徴になってます。で、最近のコントローラーですね、だいたいスイッチに対応しているコントローラー多いかなと思います。一部ですね、Xbox とか PlayStation 5の公式認定コントローラーに関してはスイッチに、対応してないみたいな感じで、その他ほとんど対応してるかなみたいな感じなんですけど、これを使う用途っていうのは結構限られてくるかなと思います。先ほども言った通りですね、公式認定コントローラー系とか、あとは純コンですね、デュアルセンス、デュアルセンス H、あとは Xbox のね、コントローラー、純正コントローラーなんかをつなげるっていう用途にはもちろん使えるんですけど、あと大きなところとしては、私としてはね、ホリのファイティングコマンダーオクタとかをスイッチにつなげて使うとかっていう用途かなり熱いかなと思ってたり、あとは今ここに載せてます。すごく古いアケコンですね。私もこれ何年前に買ったのかなっていうね、覚えてないぐらいなんですが、引っ越しもその間にやって、でもなぜかこれは持ってきてたっていうね、結構気に入って使ってたファイティングスティックで、確かこれマッドキャッツのね、当時、かなり奮発して買ったアケコンで、その当時のスーパーストリートファイター4ですかで遊んでたなんていうのがあります。ほとんどね、ランクとか回しても全然しょぼくて、全くね、下手くそだったんですけど、楽しんでたなっていう記憶があります。いろいろね、そんな思い出のある昔使ってたアケコンがスイッチで使えるようになりますよっていうねところで、そんなね主に格ゲー用途で使うことになるのがね、ユースケースとしては多いかなっていうのがこちらブルックのウィングマン NS ライトコンバーターになります。そんなコンバーターの遅延検証を軽くやったりとか、あとはね、ゲームプレイですね。ちょっと今回は軽めの内容になるかと思うんですが、やっていきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい、付属品の方をね、見ていきたいと思うんですが、こちらNS ライトっていうことで PlayStation 5に接続することがないので USB ケーブルとかは特についてないですね。この箱の中にですね、ウェルカムカードですね、こんなステッカーですね。結構綺麗でね、結構いいステッカーが入ってます。取扱説明書とかはですね、ここに QR コードがあるので、こちらから見ていくっていう形になってます。で、箱の裏面にはしっかり技的のね、マークとかも入ってますし、無線対応で Bluetooth が飛ぶようなコンバーターなんで、そちらもバッチリとね、対応しているっていう形になってますね。本体の方を見ていきます。はい、こちらの裏面にもバッチリ技的マーク入ってます。はい、でこれ、FGC2 とか FGCVX 世代の外見っていうんですかね、この左右にボタンがある透明な LED ですね。この透明な LED 部分がボタンになっていて、これをファームウェアアップデートとか、あとは Bluetooth のペアリングで使ったりするっていう形になっていて、でこちら側の USB Type-A、こちらをスイッチ2の本体に挿して、お尻側の方のポートにコントローラーを接続するっていう使い方になります。そしたらね、接続方法を見ていきたいと思います。はい、今回スイッチ2の方を見ていきたいんですけど、スイッチ2は USB Type-C ポートがね、こちら側とこちら側にありますけど、こちら側につなげても別に構わないです。はい、でスイッチ2とかスイッチにはドックがついてくるんですけど、こちら側に USB Type-A ポートがあるので、ここにこうやって挿してですね、
で、こちら側にですね、コントローラー接続するっていうね、そういう接続方法になりますね。こんな感じでドックにスイッチ2を挿してあげて、で、充電ケーブルをこの裏側に挿して、で HDMI ですねのケーブルをテレビやモニターからここに持ってきて接続してあげて、これでですね、接続ができるっていう形で、はい、もうすでにねちょっと光ってるんですけど、この形で接続していきます。今回ね、一つおすすめの使い方として挙げてます。ファイティングコマンダーオクタですね、非常にストリートファイター6で使うのにおすすめの、コントローラーなんですけど、こちら有線ケーブルがあるので、これをこちら側にこうやって、つなげてあげると。これだけですね。これで、はい、もうすでにね青色で認識してます。スイッチ2の画面を見ていくとですね、はい、これでもうすでにですねスイッチ2に接続ができて、ファイティングコマンダーオクタがですね、本来対応してないコントローラーなんですけど、スイッチ2に対応してこうやって使うことができるようになるっていうことで、すごくね、使い方としてはシンプルなこんな感じになってます。で、もう一点ですね、この NS ライト実際使っていく上でですね、いろんなコントローラーに対応してはいるんですけど、どんどんファームウェアがアップデートされてですね、新しいコントローラーの対応っていうのが追加されていきます。なので、ファームウェアアップデートのやり方もちょっと解説しておきたいと思います。はい、ファームウェアアップデートはですね、ブルック社のウェブサイトから行きます。ダウンロードページに行っていただいて、ウィングマンですね。こちらをクリックします。そしたら、ブルックウィングマンのね、いろんな製品の一覧が出てくるんですけど、ここに NS ライトがあります。ウェブっていう風なところがあるので、ここでね、ファームウェアの更新ができます。ここでですね、日本語のね、説明もあるんで、日本語に変更してね、説明を見ながらやっていただけたらいいんですけど、こんな感じでですね、この左右の LED ボタンですね、ここの透明なボタンを押しながら、PC に接続してあげます。よいしょ。しばらく待ってると、はい、紫色にこの LED が点灯してます。これね、ちょっと見づらいんですけど、紫色に点灯しているんで、この状態で接続ボタンを押します。そしたらですね、ちょっと画面には出てないんですけど、HID デバイスへの接続を要求していますっていう画面が出てきてですね、WPM-USB っていうね、ものがあるので、それをクリックして接続ってしてあげるとこの画面になります。はい、今のバージョン 1.1.5.7 っていうことで、最新バージョンが 1.1.5.7 ベータなんで、これでねすでに最新版になっているので問題なさそうですかね。はい、アップデート内容としては新しいコントローラーに対応したよみたいな話とかがあったりとかするのと、ブルックコンバーターセンター V1.2.2 をサポートしましたっていうのがあります。ここでね開始ボタンを押すとファームウェアアップデートが始まります。はい、こんな感じですね。すでに最新なんですけど、もう一度ねちょっと書き込みやってみたいと思います。デバイスを取り外さないでくださいってなるので、この時にはね一切触らずに、はい、ファームウェアの更新に成功しましたって出ました。はい、こんな感じで LED が紫色じゃなくなったらですね、これ外して大丈夫です。そしたらですね、ブルックコンバーターセンターの方ですね、見ていきます。先ほどと同じようにブルックのサイトからダウンロードに行ってもらってですね、セッティングツールですね。はい、こちらからブルックコンバーターセンターダウンロードできます。Windows 専用ソフトになってますので、こちらダウンロードします。はい、ダウンロードできたらですね、こちらZIP ファイルになっているので、すべて展開ってしてあげてですね、はい、こちらのブルックコンバーターセンター .exe ですね、これをダブルクリックします。はい、そしたら起動しますね。はい、で、この状態でですね、こんな感じで、アダプターのね、接続方法、また先ほどと同じように LED のボタンを2つ押しながら接続して紫色に点滅したら OK です。はい、これでですね、何もない画面になるんですけど、右上にこうやって Wingman NS ライトっていう風に表示されていれば接続はちゃんとできているってことになるので、新規ファイルでですね、なんか適当にですね、NS2 みたいな感じで入れといて、スイッチっていう風にやってから確認って押してあげます。コンバータのデータを読み取りたいですかってくるので、はいを押します。はい、この画面に来ます。ここでね、設定ができます。キーのカスタマイズとかね、キーの割り当てを変えたりっていうのができたりしますね。通常ここは L ボタンなんですけど、B ボタンに変更したりできます。
で連射の設定とかもね、各ボタンに設定ができたりします。マクロを追加っていうのもできて、このね、12345678910個のボタンですね、こちらにマクロを設定することもできます。詳細設定ってあります。コントローラーの振動に関してはね、この NS ライトに関しては対応していないので、振動っていうのは全くね、設定っていうのはサポートしていませんということで反映されないということです。ジョイスティックのスケール、これね、左スティック、右スティックですね、どのぐらい拡大するかみたいな設定ができるんですけど、基本的には1でいいかなと思います。デッドゾーンの設定、最初から 0% になっているので、こちらもね、いじらなくていいですね。基本的にいじるところっていうのはないんですけど、一応ね、このデッドゾーンっていうのをね、ちょっと入れたりとかっていうことはできるかなっていうところになりますね。タッチパッド、Nintendo Switchとかね、スイッチ2にはタッチパッド機能ないので、こちらも特にサポートされていないってことですね。で、トリガーですね、これロックって書かれてるのはトリガーのストロークなんですけど、これもね、スイッチに関してはあまり意味のない設定となりますので、PlayStation 5に対応しているコンバーターの場合ですね、この辺の設定結構重要だったりするんですけど、スイッチ用のね、この NS ライトに関してはね、こんな感じのデフォルト設定で十分使えるかなっていうところで、基本的にはね、こう連射だったり、いろんなこう細かい設定ですね、キーの割り当て変更とか、マクロを設定できたりっていうそんな機能もありますということでね、これ一つ覚えておいていただけたらなと思います。これを設定した後にですね、この NS ライトに反映するには設定をコンバーターに同期するっていうボタンを押します。そしたら同期中ってなって完了ってなったらこれでコンバーターに反映されるので、実際スイッチ2とかでね、使うことができます。そしたらですね、設定周りも一通り見てきたので、ちょっと遅延計測やってきたんで、そちらを見て、それからですね、実際ゲームプレイやってみたので、そのあたりでね、使用感の方を見ていきたいと思います。はい、今回もですね、スイッチ2の遅延計測はですね、ストリートファイター6でですね、スイッチプロコン2の有線接続と比較して、何フレームですね、平均して、遅れたか早かったかっていうのを計測してきました。コンバータ経由と、あとはコンバータを経由しない場合っていうね、両方ともで、いろいろ計測をしてきています。計測方法としてはですね、スイッチプロコン2の有線接続っていうのを、2P 側に接続してですね、1P 側に、このコンバータ経由で接続したコントローラーっていうのを接続してあげて、で、同時にですね、電子回路を用いてコパンをね、こう発生させて、それを100回とかね、200回とかやってですね、だいたい5分間計測を行って、それをですね、動画解析を行ってですね、どちらが何フレーム早かったか遅かったかっていうのをこう集めて Excel にまとめて、このグラフを作成しているということです。で、見ていただくと分かる通りですね、ざっくり 0.5 フレーム前後ですかね、この NS ライトを経由するとちょっと遅めにはなるかなっていう印象がありました。でも平均 0.5 フレームっていうことなんで、それが大きいかどうかって言われるとね、ゲームによって変わってくるところではあるとは思うんですけどね、私みたいなライトな格ゲーマーとかにはね、全く気になるような遅延ではないかなというふうに思います。今回おすすめしている、ね、ユースケースとして、ホリファイティングコマンドオクタですね。あとはM30 っていうね、8ビットドゥが販売しているすごくね、昔のね、すごくレトロなこういうコントローラーあるんですけど、これも結構良かったですね。これ Xbox 認定版で、M30 はね、Bluetooth 版の Xbox 認定外れてるバージョンがあって、そっちはね、スイッチ2に直接接続できるんで、別にね、そっち買えばいいっていう話もあるんでね、用途としてはやっぱり、このね、ホリファイティングコマンドオクタ、これが使えるっていうのと、あとはいろんなアケコンが使えるっていうのが大きいのかなっていうところでですね、そのあたりですね、使われる方は非常に使い勝手のいいコンバーターになるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、実際ゲームプレイの方をやってきました。スト6の方ですね、このレバー型のコントローラーアケコンで遊んできたという感じですね。遅延の方はやっぱりスイッチ2らしくというかですね、結構大きめには感じて、やっぱプレイステーション5とかもちろん PC と比べてですね、かなり大きい遅延があるかなっていう気はするんですけど、実際問題ですね、この遅延っていうのは一定の遅れっていう感じに感じられるので、それに慣れればね、画面よりも自分の入力がほんの少し早く
なるみたいなねイメージで、操作すれば問題なくですね遊ぶことができて、なるほどこれがスイッチ2がね注目されてる理由なんだろうなと思います。プレイステーション5版でもね、感じてたことなんですけど、結構スト6って知恵に対してのなんかこう懐が深いゲームなんだなっていうふうに思いますね。ちょっとスイッチオンラインに加盟してないので、対人戦っていうところはね、検証できてないんで、そちらでどう感じるかっていうところはちょっとまた別の話があるかなと思います。ちょっとね、スイッチ同士の対戦になるのかな、クロスプレイになるのか、ちょっとそのあたりもあんまり詳しくはないんですけど、プレステ5とかと対戦することになったら、ちょっとはね、ハンデを感じるんじゃないかなっていう気はしますね。コンボ練習ずっとそういうわけでやってたんですけど、レバー型コントローラーになれるのめちゃくちゃ苦労してね、1時間ぐらいはね、必要だったかなと思うんですけど、やればやるほど安定感出てきて、パッド並みに、もしくはパッド以上に安定する可能性もありそうだなっていうね、そんな感じのプレイでした。NS ライトをかさんでいるっていうね感覚っていうのはもうほとんどなくて、というか全くなくてですね、もう全然これね、十分に使っていけるかなというふうに思います。もちろんファイティングコマンドオクタでもちょっと軽くプレイはしたんですけど、そちらもね全く問題なく遊んでいけるかなと思いました。なのでね、NS ライトを使ってですね、こういうフルやケコンつないだり、オクタをね、つないだりっていうのはすごくね、おすすめな使い方なんで、ぜひ、やってみてはいかがでしょうか。はい。で、一応 Apex の方もね、やってみました。スイッチ2版の Apex っていうことで、クロスプレイオンで、このガンゲームですね、やったんですけど、多分 PlayStation 5とね、同じマッチに入っちゃうのかなっていうので、きつかったですね。本当にね、このゲームは遅延に対するね、懐は全く深くないというか、なんというかね、本当に遅延にシビアなゲームだなっていうのを改めて思ったところですね。あと、スイッチ2版の Apex はデッドゾーンが切れないみたいでですね、NS ライトにも今これ使ってるデュアルセンス H にもアンチデッドゾーンの機能がないので、そのままデッドゾーンが入った状態で遊んでたんですけど、それもまたね、結構きつい要因になってたかなと思います。あんまりユースケースとしてですね、スイッチ2版 Apex をプレイされる方が NS ライトを使って順コンとかをね、接続するっていうのはないかなっていうふうには思うんで、普通にスイッチ対応のコントローラーを購入されてね、遊ぶっていうのが多いかなとは思うんですけど、こういうね、遊び方もできなくはないですよというところではありました。あとジャイロエイムなんかもね試してみたんですけど、このデュアルセンスエッジに関してはあんまりジャイロがねうまく機能しなかったかなという気がしました。あんまりですねネスライトのジャイロ機能っていうのも良くないかもしれないですね。はい、以上ですね。ブルックのウィング版 NS ライトコンバーターのレビューをやってきましたが、いかがだったでしょうか。最近かなりスイッチ2版のスト6っていうのが注目度が上がってきていてですね、出先でスト6が結構気軽に遊べるっていうところでね、非常に人気がねかなり出てきているっていう話も聞いたりしている中でですね、この NS ライトっていうコンバーターですね、かなり刺さる方には刺さるんじゃないかなと思います。ファイティングスティックですね、こんなね大げさな筐体じゃなくて、レバーレスとかですね、もっとね薄型でコンパクトなやつとかもありますから、そういうのをね出先にこのスイッチ2とこのコンバーター一緒に持って行ってですね、遊ぶっていうのもねすごくいいんじゃないでしょうか。もちろん家でじっくりとスト6を遊ぶよっていう方にもですね、スト6あんまりやったことないけどすごく気になってて遊びたいんだっていう方にもですね、これすごくおすすめですね。昔買ったアケコンはあるけど、このね、ジョイコンで、スト6遊んでてすごくやりにくいよみたいな感じの方とかにもね、すごくおすすめなんで、かなりこのコンバーターですね、ユースケース限られてはくるけど刺さる人には超刺さる、そんなコンバーターになってると思うんで、ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録、またハイプの方もぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。